こんにちは。お久しぶりです。白石です。今回は SD ガンダム BB 戦士、デビルガンダムを作成していきたいと思います。昨年は G ガンダム30周年で、続編小説や新作ガンプラなどなど、色々な企画が盛り上がっていましたね。そんなアニバーサリーイヤーに私も全力で乗っかっていきたいと思います。それでは、BB 戦士デビルガンダムの箱の中身を確認していきたいと思います。はい。こちらが SD ガンダム、BB 戦士デビルガンダムになります。では、早速箱の中身を確認していきましょう。箱の中身は説明書、シールが1枚。ボディキャップランナーが3枚。通常のランナーが5枚入っています。BB 戦士シリーズにしてはランナーが多いのかな？特にボディキャップの数が段違いで多い気がします。それでは BB 戦士デビルガンダムを組み立てていきたいと思います。組み立て作業に使用したのは、タミヤの薄葉ニッパー。このニッパーを使用してパーツを切り出していきます。通常であれば、ランナーのゲート部分を少しだけ残し、パーツを切り離した後に残ったゲートを切る。二度切りをするのですが、時間がかかってしまうし、後でヤスリ掛けをするので二度切りをしていません。はい。こちらが組み立ての終わった BB 戦士デビルガンダムになります。これは、かっこいい。複雑な見た目のデビルガンダムを見事に立体化できていますね。しかし、SD ガンダムはリアル体型の機体をデフォルメしたものになるのですが、このデビルガンダムはかなり大きいですね。本当に SD ガンダムかな？というように思ってしまいます。さて、このままでも十分かっこいいデビルガンダムですが、個人的に気になる部分を改造して、もっとかっこよくしてみたいと思います。はい。それではデビルガンダムの改造を始めていきます。まずは頭部の改造から行いたいと思います。はじめにアンテナにある肉抜き穴を埋めます。この作業に使用するのは、エポキシパテ。用意したパテをよく練り、アンテナの裏に開いている肉抜き穴に詰めていきます。この時、根元の取り付けジョイントがある部分に、パテがつかないように注意が必要です。エポキシパテを詰め終えたら、続いてアンテナのシャープ化を行います。アンテナの先端を、紙やすりで、平らになるように削っていきます。アンテナの先端を削り終わったら、瞬間接着剤を使用して、アンテナの先端にプラ板を貼っていきます。アンテナの先端に貼っているプラ板は、1ミリ厚のプラ板になります。今回はアンテナの左右に、2枚のプラ板を重ねて接着しました。瞬間接着剤が乾燥したら、ニッパーを使用して、貼り付けたプラ板を切り取っていきます。プラ板をニッパーで切り取り終わったら、鉄やすりを使用して、貼り付けたプラ板を削っていきます。このアンテナを削る作業ですが、プラ板を貼り付けた根元の方から、先端に向かって斜めにヤスリ掛けを行うと、どんどんプラ板が鋭くなっていきます。あとは貼り付けたプラ板が取れないように、力加減に注意して作業を行いましょう。まあ、すでにプラ板が取れているんですけどね。貼り付けたプラ板をある程度削ったら、先ほど肉抜き穴を処理したエポキシパテを削ります。まずはデザインナイフを使用して、パテを大まかに切り取っていきます。ある程度パテを切り取ったら、鉄やすり、紙やすりを使用して、アンテナの形に合わせてパテを削っていきます。さて、パテ削りが一段落したら、作業中に取れてしまったプラ板を修復します。瞬間接着剤でプラ板を貼り付け、鉄やすりでプラ板を削り、紙やすりでアンテナの先端を鋭く尖らせて、修復とアンテナの改造は終了です。はい。続いてデビルガンダム頭部の合わせ目を消していきます。合わせ目消しに使用するのは、流し込み接着剤。この接着剤を合わせ目にたっぷりと流し込み、合わせ目部分のプラスチックが溶けるのを少々待った後、パーツ同士を思いっきり貼り合わせます。この時に合わせ目から溶けたプラスチックがはみ出てきたら、合わせ目消しは成功です。あとは接着剤が乾燥するまで最低でも1日、長くても1週間置いておきましょう。接着剤が乾燥したら、彫刻刀、鉄やすり、紙やすりを使用して、合わせ目からはみ出ているプラスチックを削ります。このはみ出ているプラスチックを削り終わったら、頭部の改造作業は終わりになります。はい。
続いて胴体部分の改造を行いたいと思います。まずは首の裏側にある穴を塞いでいきます。この首に開いている穴ですが、プラ板と接着剤を使用して、穴を塞いでいきます。穴を塞ぐのに使用したのは、0.5 ミリのプラ板になります。接着剤が乾燥したら、ニッパーを使用して、パーツからはみ出ている余分なプラ板を切り、鉄やすりでプラ板を少し削り、形を整えたら、首裏の穴を塞ぐ作業は終了です。続いて胴体に開いている穴を塞ぎたいと思います。まずはマスキングテープを用意します。このマスキングテープを適当な長さに切り出し、胴体パーツの穴が開いている部分に貼り付けていきます。テープを貼り終わったら、ガンダムマーカーを使用して、パーツに開いている穴の形をマスキングテープに書き込んでいきます。この書き込み作業は割と大雑把で OK。穴の形をテープに書き込み終えたら、0.5 ミリのプラ板に、作業したテープを貼り付けます。テープを貼り付け終えたら、ペンで書き込んだ線を目印に、ハサミを使用してプラ板を切っていきます。プラ板を切り終えたら、マスキングテープを剥がし、紙やすりでプラ板の形を整えます。加工したプラ板が胴体パーツの穴にはまればいい感じ。続いて、ウェーブのディテールアップパンチを用意します。この道具を使用して、0.3 ミリのプラ板を加工していきます。0.3 ミリのプラ板をセットして、パンチを勢いよく押し込みパーツを作成します。それではディテールアップパンチで作ったパーツを、先ほど切り出した 0.5 ミリのプラ板に接着していきます。接着に使用するのは、流し込み接着剤。プラ板に接着剤を塗布して、接着剤が乾燥しないうちに、デザインナイフを使用して、貼り付けるプラ板の位置を調整します。プラ板を貼り付け終わったら、ハサミと、紙やすりを使用して、プラ板を貼り合わせたパーツの形を整えます。プラ板の形を整え終えたら、プラ用接着剤を使用して、胴体パーツの穴に接着していきます。パーツを接着する際に、胴体パーツと貼り付けるプラ板。この両方に接着剤を塗布した方が、接着したプラ板が後から取れづらいと思います。プラ用接着剤だけではうまく取り付けられない場合、流し込み接着剤を使用して、無理やり接着してしまいましょう。続いて、胸部パーツの改造を行います。はじめに、毛書き針を使用して、胸部パーツのモールドに傷をつけます。毛書き針を使用して傷をつけ終えたら、つけた傷を目印に、ピンバイスを使用して、胸部のモールド部分に穴を開けていきます。今回は2ミリの穴を開けました。穴を開け終えたら、紙やすりを使用して、穴を開ける際にできた針を削り、パーツの表面をきれいにしていきます。続いて開けた穴に取り付けるパーツを作ります。2ミリのプラ棒をライターで炙り、プラ棒の先端をビスのような形状にしていきます。プラ棒で作ったパーツを切り取り、先ほど開けた胸部パーツの穴に差し込みます。この改造でぼんやりしていた胸部のモールドが、はっきりしてわかりやすくなりましたね。これで胴体部分すべての改造作業は終わりになります。はい。続いて腕部の改造を行いたいと思います。まずは腕部の内側にある、ハンドパーツを取り付けるための受けジョイントを、ニッパーを使用して、切り取っていきます。ニッパーを使用して切り取りきれなかった部分は、彫刻刀と、リューターを使用して、きれいにジョイントを削っていきます。続いて腕部にポリキャップを仕込み、ハンドパーツを簡単に着脱できるようにしたいと思います。まずは腕部に仕込むポリキャップを切り出します。このポリキャップは以前のプラモデル製作時に余ったものになります。ポリキャップを切り出したら、1ミリ厚のプラ板を適当に切り出し、中央部分に毛書き針を使用して傷をつけます。次に先ほどつけた傷を目印に、ピンバイスを使用して、3ミリの穴を開けます。プラ板に穴を開け終えたら、瞬間接着剤を、プラ板に塗布し、先ほど切り出したポリキャップをプラ板に接着します。ポリキャップに瞬間接着剤を塗ると、ポリキャップが硬くなってしまいますが、着脱にはあまり影響がないので気にしないでおきましょう。瞬間接着剤が乾燥したら、ニッパーを使用して、プラ板をポリキャップの形に合わせて切ります。これでポリキャップの補強と接着のための糊しろを作ることができました。続いてハンドパーツの改造を行います。ハンドパーツの改造は、ニッパーで、パーツについているピンを切り取り、切断面を、
紙やすりを使用して、綺麗に整えたら、ハンドパーツの改造は終わりです。それでは先ほどのポリキャップにハンドパーツを取り付けてみましょう。よし。いい感じです。続いて腕部に開けたスペースに、ハンドパーツを取り付け、不具合がないか確認します。特に問題がなければ、流し込み接着剤を使用して、ポリキャップを腕部の内側に接着します。ハンドパーツは接着剤が乾燥したら取り外します。流し込み接着剤が乾燥したら、先ほど接着したパーツを補強します。まずは接着したポリキャップの上部に、瞬間接着剤を塗布します。接着剤を塗布したら、1ミリ厚のプラ板を接着します。この時、プラ板が腕部パーツの内側にあるピンに引っかかるようにしましょう。これで多少雑にハンドパーツを押し込んでもポリキャップは取れないと思います。ポリキャップを腕部に仕込むことができたら、パーツの中央にある目立つ合わせ目を消してしまいましょう。前腕、上腕、肩の合わせ目を消すことができればデビルガンダム腕部の改造は終わりになります。はい。続いてデビルガンダムの下半身を改造していきたいと思います。まずはじめに、毛書き針を使用して、下半身についている排気口モールドの中心に傷をつけていきます。毛書き針で傷をつけ終わったら、ピンバイスト、リューター、ニッパー、鉄やすり、これらの道具を使用して排気口部分に穴を開けていきます。この改造で下半身の情報量が増え、のっぺりとしていたパーツにメリハリが出たと思います。はい。続いてデビルガンダム脚部の改造を行いたいと思います。まずは、樹脂粘土を使用して、脚部に開いている肉抜き穴に粘土を詰めていきます。パーツに粘土を詰める際、木工用ボンドをパーツに塗布してから粘土を詰めます。プラスチックと相性の悪い粘土を、接着するために必須の作業ですね。ボンドをパーツに塗り終えたら、樹脂粘土をパーツの肉抜き穴に詰めていきます。今回せっかく粘土を使って作業をするということで、ただ肉抜き穴を埋めるだけでなく、少しだけパーツ造形の真似事をしたいと思います。肉抜き穴に粘土を多めに盛り終わった後は、調色スティックに、水をつけて粘土をこすり、粘土の表面を滑らかにしていきます。この時ある程度粘土の形を、完成形に近づけて整えると後の作業が楽になります。樹脂粘土が乾燥したら、デザインナイフを使用して、樹脂粘土を少しずつ切り取ります。粘土を盛りすぎた部分や、パーツからはみ出てしまった粘土を切り取りましょう。デザインナイフを使用して粘土を切り取り終わったら、紙やすりを使用して、ボコボコに荒れている粘土の表面が、なるべく綺麗になるように削っていきます。続いて樹脂粘土の表面をパテでコーティングしたいと思います。この作業に使用するのは、ラッカーパテ、塗料皿、ラッカー溶剤になります。これらの素材を使用して溶きパテを作っていきます。まずはパテを塗料皿に適量取り出し、取り出したパテにラッカー溶剤を入れ、筆を使用してパテを溶剤に溶かしていきます。私が使用しているパテはかなり古いものなので溶剤にあまり溶けていませんが、根気よくパテを混ぜていきましょう。これは新しいパテではいらない作業になりますね。さて、溶きパテを作ることができたら、脚部に詰めた粘土の上に、溶きパテを塗布していきます。このパテを粘土に塗っておかなければ、塗装時に粘土が塗料を吸って塗装できないので、必ず溶きパテを粘土に塗りましょう。溶きパテが乾燥したら、鉄やすり、紙やすりを使用して、塗ったパテの表面をきれいに整えます。続いて足先の改造を行います。まずは肉抜き穴にボンドを塗り、その上から樹脂粘土を詰めてある程度穴を埋めます。樹脂粘土が乾燥したら、溶きパテを粘土の上から塗布して乾燥させます。溶きパテが乾燥したら、ガンダムハンマーを用意します。今回はこのガンダムハンマーのトゲを使用するので、ニッパーを使用して、トゲを切り出していきます。次に切り出したトゲについているピンを切り取り、プラモデル用のノコギリで、切り出したトゲのパーツを半分にしていきます。デビルガンダムの足は8本なので、使用するトゲパーツは4つになります。続いて足先の造形を行いたいと思います。この作業に使用するのは、エポキシパテ。よく練ったエポキシパテを、樹脂粘土で埋めなかった部分の肉抜き穴と、先ほど加工したトゲに詰めて、足にパテとパーツを取り付けていきます。トゲのパーツは正面から見てできるだけまっすぐになるように取り付けましょう。
爪の先にある肉抜き穴ですが、パテをパーツの形に合わせてフラットに詰めるのではなく、爪の形を作るように少し盛り上げて、パテを足に盛り付けていきます。さて、パテが乾燥したら、リューターを使用して、足の裏側のエポキシパテを削っていきます。リューターを使用してパテを削ると作業が早くていいのですが、水平が取れず、足裏が若干斜めになってしまいました。リューターを使用してパテを削った後は、鉄ヤスリと紙ヤスリを使用して、リューターで荒れた表面をきれいにしていきます。続いて、デザインナイフ、彫刻刀を使用して、爪に盛り付けたパテを削っていきます。この作業は元々のパーツの形に合わせつつ、肉抜き穴がなかったらこんな感じのパーツの形だろうなぁ。というイメージを膨らませてパテを成形しましょう。パテをある程度削ることができたら、各種ヤスリを使用して、パーツをきれいに仕上げます。パテを使った作業が終了したら、結束バンドを足のパーツに接着していきます。パテを盛り、結構いい感じに成形もできたのですが、真ん中付近に空いているスペースが気になるので、結束バンドを接着し、情報量を増やしつつスペースを埋めてしまいます。最後にパーツを組み合わせて不具合がなければ、デビルガンダム脚部の改造は終了です。はい。こちらが全ての改造作業を終えた BB 戦士デビルガンダムになります。色々苦労して改造した割には全然見た目が変わらないですねこれ。特に脚部ですよ。足8本分の作業はなかなか大変でしたが、正面から全然見えないですね。あれだけパテを持ったり削ったりしたのに。まあ、改造作業は楽しかったからいいかな。はい。デビルガンダムにサーフェイサーを吹いてみました。合わせ目を消した部分も、この段階では引けもなく綺麗に消えていますね。パテを持った脚部も、パーツとパテの境目も目立たず、いい感じに仕上がっていると思います。デビルガンダムの改造状況もいいみたいなので、このまま塗装作業を始めてもいいですね。はい。それではデビルガンダムの塗装を始めたいと思います。まずは下半身やパーツの裏側の塗装を行います。この塗装に使用するのは、タミヤアクリルミニ、ナトーブラック。黒色は隠蔽力が非常に高く、筆ムラも出にくいため、割と適当に塗装をしてもいい色ですね。パーツをすべて黒色に塗りつぶし、色のムラがなくなるまで塗料を重ねればうまく塗装できると思います。続いて胴体や剣部などの塗装を行います。この塗装に使用した色は、クレオスのモンザレット。赤色は隠蔽力があまりないという印象ですが、今回使用しているクレオスのモンザレットは、下地が明るい色である場合、ストレスなく、気持ちよく塗装ができる塗料だと思います。このモンザレットは、色ムラがなくなるまで4から5回塗装を繰り返すといい感じに仕上がると思います。続いて頭部や腕部の塗装を行います。この塗装に使用した色は、シタデルカラーベース、コラックスホワイト。筆塗りで白色を塗るのであればこの塗料。というような非常に高性能な塗料です。白色は隠蔽力が低く、何度も塗料を重ねても下地の色が透けてきます。ですがこのコラックスホワイトは、黒色のような隠蔽力で塗装できるので、ストレスフリーで白色を塗装できます。白色は塗装していても色ムラがわかりづらいのですが、しっかりと膜を見て塗装をしていきましょう。続いてアンテナや脚部などの塗装を行います。この塗装に使用した色は、シタデルカラーベース、アバーランドサンセット。この色も先ほどの白色と同じような性能ですね。隠蔽力が低い黄色をストレスなく塗れる塗料になっています。続いて胸部や下半身などの塗装を行います。この塗装に使用した色は、クレオスのガンダムブルー。ガンダムタイプの青色を塗装するのにぴったりな色を、今回チョイスして塗装してみました。この色は寒色ですが隠蔽力があまり高くないので、しっかり発色するまで何度も色を塗り重ねていきましょう。続いてハンドパーツや各部排気口の塗装を行います。この塗装に使用した色は、タミヤアクリルミニ、ジャーマングレー。この色は主に関節などに使われる定番色ですが、今回は排気口などに使ってみました。デビルガンダムは全体的に黒色が多く、排気口などの細かい部分まで黒にしてしまうと、メリハリがなくなると思い、少し色を変えることで情報量が増えるかな
といった理由でジャーマングレーを塗装してみました。続いて各部にある凹みモールドの塗装を行います。この塗装に使用した色は、クレオスのシルバーとメタリックグリーン。下地にシルバーを塗装して、その上からメタリックグリーンを塗装していきます。各部にあるモールドは別に塗装しなくてもいいのですが、細かいところまで色がついているとかっこいいと個人的に思うので、手を抜かずにしっかり塗装しましょう。はい。続いて墨入れを行います。この作業に使用したのは、タミヤの墨入れ用塗料ブラック。BB 戦士のようなデフォルメが強いガンプラは、墨入れの色が濃くても悪目立ちしないと思うので、既製品の墨入れ塗料を使いました。墨入れ塗料が乾燥したら、エナメル溶剤と綿棒を使用して、パーツのモールドからはみ出てしまった塗料を拭き取っていきます。この作業は、はみ出た塗料がうまく取れない場合でも、力を込めずに優しく塗料を拭き取りましょう。力任せに作業をしてしまうと、せっかく塗った塗料がパーツの角から剥がれてきてしまいます。続いてデビルガンダムにたくさんついている黄色パーツの墨入れを行います。この塗装に使用した色は、タミヤエナメル、フラットブラック。このエナメル塗料を、溶剤で希釈せず、瓶から直接パーツに塗装していきます。ここは先ほど使用した墨入れ用塗料ではうまくパーツを塗りつぶせないので、希釈されていない黒のエナメル塗料で塗装しましょう。塗装した塗料が乾燥したら、エナメル溶剤と綿棒で、パーツからはみ出てしまった塗料を拭き取っていきます。希釈されている塗料と違い、塗料を拭き取るのに少し時間がかかってしまいますが、根気よく塗料を拭き取っていきましょう。しっかりと塗料を拭き取ることができれば、塗装作業は終了になります。はい。塗装作業が終了したので、最後の仕上げを行いたいと思います。まずは両面テープを使用して結束バンドを、適当に切り出した牛乳パックに貼り付けます。結束バンドを牛乳パックに固定することができたら、クレオスのシルバーを使用して、結束バンドに色を塗っていきます。この塗装は、しっかりとバンドを塗りつぶすことはしないで、適当に下地が残る程度で塗装しました。結束バンドを塗装し終わったら、デビルガンダムの下半身にあるモールドの大きさに合わせてバンドをカットして、瞬間接着剤を使用して、結束バンドを下半身パーツに接着していきます。この結束バンドをパーツに接着することで、排気口の情報量が増して、全体のクオリティが高くなると思います。続いて付属のシールを貼っていきたいと思います。シールを貼るときには、ピンセットなどの道具があると、比較的簡単にシール貼り作業ができると思います。続いて目のシール貼りなのですが、ちょっとしたトラブルが発生してしまいました。このデビルガンダム、頭部と目のパーツの間に少しだけ隙間があり、合わせ目を消した後に、シールを隙間に入れ込んで無理やり貼る、というように作業工程を考えていたのですが、思ったよりも頭部パーツの隙間が狭く、シールを貼ることができませんでした。なので、少し作業工程を変更していきます。はじめにガンダムマーカーを使用して、デビルガンダムの目を塗りつぶします。ここは塗装してもよかったのですが、塗装道具をすべて片付けた後で、また準備するのが面倒だったのでペンで塗装しました。目のパーツを塗りつぶし終わったら、既存の目のシールをパーツの大きさに合わせカットしたものを、ピンセットを使用して貼っていきます。シールをカットしているので、少し貼ることが難しくなりましたが、パーツの角とシールの角を合わせて、なんとなく正しい位置にシールを収めます。さて、シールを貼ることができれば、BB 戦士デビルガンダムに行うすべての作業が終わりになります。それでは完成したデビルガンダムをご覧ください。はい。こちらが完成した SD ガンダム、BB 戦士デビルガンダムになります。これは、かっこいいじゃないか。改造作業は見た目に反映されない結構地味なものでしたが、何も改造していない状態と比較すると、
見た目はだいぶ変わっていますね。これだけ見た目に変化があると、時間をかけて作った甲斐があるってなもんです。さて、それでは今回の作成作業で失敗したところなのですが、今回は、特にありませんでした。割と思った通りに作業が進み、手を止めて考える部分がありませんでした。ということで今回はここまで。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また何かプラモデルを作ったら動画にして投稿するので、その時は改めてご視聴いただけると幸いです。それでは、さよなら。さよなら。さよなら。